今日はいつもの当たり前がちょい変わりそうな話が多いじゃん。最初のは燃料の作り方が変わる話なのだ。で、安さと続けやすさがついてくるかを見るわけね。いすゞ自動車とティーニが神奈川と兵庫の間で長距離の実証を始めるのだ。ティーニって自動運転の方よね。燃料の話と一緒にやるのかしら。トラックの走り方までまとめてみる感じだよ。燃料だけじゃなくて動かし方も見るのか、そこまでやるのだ。そうね、燃料の種類だけ変えても運べなきゃ意味が薄いわ。使うのは植物由来で、使い終わった食用油から作れるよね。食べ終わった油がまた道を走る力になるのだ。ちょっと素敵なのだ。素敵だけど、私は値段が気になるわ。軽油より高いなら広がりにくいわ。でも、今まで捨てる感じだったものが資源になるなら、見方が変わるじゃん。身近な油が長距離トラックの力になるって考えると不思議なのだ。燃費と耐久性も軽油と比べて確かめるってかなり現実的よ。毎日使うトラックで試すなら、アーシでも結果をイメージしやすいよね。店舗配送でも使う動きがあるなら、物流の中で回しやすくなるかもしれないわ。利用が増えるほど油を集める仕組みも安定するかを見るのだ。値段が下がって続けやすくなったら一気に広がりそうじゃん。みんなは環境と値段ならどっちを先に見るのだ？私は両方ね。どっちかだけだと結局長続きしないわ。次は台風の話なのだ。沖縄の先島諸島に近づく見込みなのだ。かなり強いまま来るのね。風の勢い、想像だけで怖いわ。中心気圧って空気の押す強さの目安だよね。低いほど台風が強い感じじゃん。最大瞬間風速は50メートルで、一部の住宅が倒れる恐れがあるほどなのだ。そこまで来るともう様子見じゃ済まないわね。ベランダのものは片付けた方がいいじゃん。飛んだら困るし。後充電ね。停電したら連絡も情報も止まりやすいものよ。波も高くなるし、大雨や高潮もあるのだ。海の近くは特に注意なのだ。風だけじゃないのがややこしいよね。雨まで重なるとしんどいじゃん。各地でも暑さが続くのが厄介よ。外の熱も油断できないわ。熱中症警戒アラートも出ているのだ。室内でも気を抜かないのだ。アーシなら今日は気合でどうにかするって考えないじゃん。そうね、今日は生きって思い込みが一番危ないわ。それで風が強まる前に動くのが大事なのだ。明日じゃ遅いこともあるのだ。外のものをしまう、充電、飲み物の用意、これ先にやると安心だよね。あと海や川には近づかないでね。これは毎回の台風で共通よ。台風が来る前に準備しておくのがポイントなのだ。ほんと、今のうちにやるかどうかで差が出るじゃん。最後はハンガリーの公共テレビ局の話なのだ。放送が黒い画面に切り替わったのだ。黒画面で謝るってかなり思い切ったやり方ね。画面真っ黒でお詫びって学校の放送事故みたいじゃん。空気が止まるやつだよね。だがね、嘘をついてきたって告知したのだ。ニュースを止めるのもその流れなのだ。独立性、インデペンデンスを立て直す途中ね。信頼はすぐには戻らないわ。プロパガンダって都合のいい話だけを流すやつだよね。見てる方も疲れるじゃん。マジャル首相は前の政権に沿った報道を止める考えを示していたのだ。公共メディアなら誰か一人の顔色だけ見ないでほしいわ。ブダペストの人が現実を歪曲していたっていうのかなり重いよね。公共ラジオ局の放送も止まったのだ。動きはかなり大きいのだ。ただ止めるだけじゃなくて次に何を流すかが大事よね。アーシなら止めた後に本当に変わったかを先に見るじゃん。そうね、見た目だけの切り替えならすぐバレるもの。こういう大きな切り替えの後、まず何を見るのだ？誰の言い分が増えたか、そこ気になるじゃん。結局報道の中身が変わるかどうかよ。そこが本番だわ。ちょっとだけ豆知識なのだ。脱炭素社会ってカーボンニュートラルを目指す流れのことなのだ。炭素を減らしていく感じなのかしら。ざっくり言うと、
温室効果ガスを増やさない社会のことなのだ。2018年の報告では2050年頃までに必要だとされたのだ。2050年って今の高校生が大人になってても大事な話じゃん。しかも2021年の時点で表明していた国が144カ国あったのだ。世界でかなり広がっているのだ。数字で見るともう一部の国だけの話じゃないのね。トラックの燃料みたいな身近なところを変えるのもその流れの一つなのだ。毎日使うものから変わるってなんか実感あるよね。今日は燃料も台風も放送も全部いつもの当たり前が変わるかもって話だったね。気になったら高評価で残していってちょうだい。私の機嫌も少しだけ良くなるかもしれないわ。概要欄にリンクもあるから気になった記事はそこから見てみるのだ。また次回もゆるっと追いかけていこう。